皆さん、こんにちは。私のチャンネルへようこそ。地方分権と国政のバランス。地方分権と国政のバランスは、現代日本の政治において極めて重要なテーマであり、中央集権的な体制と地方の自主性の調和を図ることが求められている。歴史的には、明治維新以降、中央集権化が進展し、国政が国家運営の中心として機能してきた。しかし、時代が進むにつれ、地域ごとの特色や課題が多様化し、地方の声が十分に反映されないという問題が浮上している。現代社会においては、地方分権の推進が地方活性化や地域経済の発展に寄与する一方で、国全体の統一的な政策決定とのバランスが問われる状況にある。まず、地方分権の意義として、地域住民が自らの生活に密着した問題に対して主体的に取り組むことが挙げられる。地方自治体は住民のニーズに応じた行政サービスを提供する役割を担っており、その権限が拡大されることにより、地域独自の特色を生かした政策が展開される可能性が高まる。例えば、地方自治体が自らの財源を活用して地域振興策を講じることで、住民の生活水準が向上し、地域経済の自立が促進される。さらに、地方分権は、中央政府に過度な負担がかからないようにするための仕組みとしても機能する。中央政府が全国一律の政策を押し付けるのではなく、各地域の事情を反映した柔軟な対応が可能となるため、国家全体の効率的な運営が期待される。加えて、地域ごとの独自性や歴史、文化を尊重した政策が実現されることで、住民の地域に対する誇りや愛着が深まり、地域コミュニティの結束が強化されるという副次的な効果も見込まれる。しかしながら、地方分権を進めるにあたっては、国政とのバランスが重要な課題となる。地方自治体に過度な権限を委譲すると、各地域ごとに政策の違いが顕著になり、全国的な統一性や一貫性が失われる恐れがある。特に、教育、福祉、インフラ整備など、国全体で調和を保つ必要がある分野においては、中央政府と地方自治体との連携が不可欠である。中央政府は、基本的な国策や安全保障、外交など、広域的な視点から国家の統一を図る役割を担っており、地方自治体との権限分担においては、その均衡が求められる。実際、地方分権を進める際には、中央政府と地方自治体との間で責任と権限の明確な分担が必要となり、そのための法制度やガイドラインの整備が進められている。このような制度設計により、各地域の独自性を尊重しつつ、国全体としての基本的な枠組みや価値観が損なわれないよう努める取り組みが不可欠となる。また、
地方分権の推進は、地域間の格差是正にも寄与する可能性がある。大都市圏と地方部との間には、財政や人口、インフラ整備など様々な面での格差が存在しており、これを解消するためには、地方自治体に対する支援や自主財源の確保が重要である。地方自治体が独自に税収を確保し、地域に適した振興策を展開することができれば、地域経済の自立が進むとともに、国全体としての均衡ある発展が実現する。しかし、地方自治体ごとに財政状況や人材、技術力に差がある現状では、一律の分権だけでは十分な効果が得られないことも事実である。中央政府は、地方自治体の能力に応じた柔軟な支援策を講じるとともに、地域間での情報共有や協力体制を促進する必要がある。具体的には、成功事例の全国展開や共同プロジェクトを通じた連携の強化が、地方間の連帯感を育む上で重要な役割を果たすと考えられる。さらに、地方分権の推進と国政のバランスを維持するためには、国民の政治参加意識の向上も不可欠である。国民が自らの住む地域の問題に関心を持ち、地方自治体の政策決定に積極的に関与することで、中央政府と地方自治体の連携がより強固なものとなる。近年、情報通信技術の発展により、地方自治体が住民と直接対話できる仕組みが整いつつあり、住民投票や地域フォーラムなど、国民参加型の施策が各地で実施されている。これにより、住民は自らの意見が政策に反映される実感を得ることができ、政治に対する信頼感や満足度が高まるとともに、国政における地方の声も一層強調されるようになる。さらに、地方自治体が自主的に取り組む政策が成功すれば、そのモデルが全国に波及し、より多様な意見が国政に反映される仕組みの構築にも寄与する。住民の積極的な参加は、民主主義の進化を促す重要な要素であり、地方分権の効果を最大化するための基盤となる。一方で、地方分権と国政のバランスを実現するためには、政治家や行政担当者の意識改革も重要である。中央政府と地方自治体が互いに補完し合う関係を構築するためには、各層での連携や情報共有が不可欠であり、これを推進するための研修制度や共同プロジェクトが求められる。地方自治体の独自性を尊重しつつ、国全体の利益を損なわないような制度設計が必要であり、そのためには中央政府と地方自治体が対話を重ね、具体的な課題に対して協議する仕組みが確立されることが望ましい。こうした取り組みによって、地方分権の推進が単なる権限以上にとどまらず、国全体の統一性と調和を保ちながら進められる基盤が築かれると言える。さらに、
地方分権の推進は、地域固有の文化や伝統を尊重し、地域社会の活性化を促すという側面も持つ。各地域が独自の歴史や文化を背景に、特色ある行政サービスや地域振興策を展開することで、住民の誇りや帰属意識が向上し、地域コミュニティの結束力が強化される。こうした地域の自主性が高まれば、中央政府からの一方的な指導や介入に頼ることなく、地域住民自身が自らの未来を切り開く力が育まれる。しかし、このような地域の活性化が進むためには、地方自治体が十分な財政的、人的資源を確保し、効果的な政策を実施するための能力が求められる。中央政府は、地方分権の進展に伴い、地方自治体の支援策を充実させるとともに、地域間の格差是正に向けた施策を講じる必要がある。加えて、こうした取り組みは、地方自治体が独自の問題解決に挑む上での試金石となるとともに、全国的な施策の見直しにもつながる。地方自治体が実施する独自の振興策や住民参加型の政策実験は、他の地域や中央政府にとって貴重な事例となり、全体の政策品質向上に寄与する。また、中央政府は、各地域の成功事例を積極的に収集し、全国的なガイドラインや支援制度に反映させることで、全体の調和と効率性を高める努力を続けるべきである。これにより、地方分権と国政のバランスが一層強固なものとなり、住民の満足度が向上し、国全体の持続的発展が促進される。以上のように、地方分権と国政のバランスは、中央政府と地方自治体、そして国民全体が連携し合うことで実現されるものである。中央集権的な体制と地方の自主性をいかに調和させるかという問題は、単なる制度改革にとどまらず、国全体の発展や国民生活の向上に直結する重大な課題である。地方分権のさらなる推進とともに、中央政府との連携を強化するための取り組みが一層求められるとともに、国民一人一人が政治に関心を持ち、自らの地域の未来を担う責任を自覚することが、真に持続可能な民主主義社会の実現へとつながるであろう。